こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと2月28日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。ウォーハンマー 40K ローグトレーダー2月20日からゲームパスに対応します。Day1 タイトルではないのでゲームパススタンダードにも追加されます。2023年にリリースされたウォーハンマーシリーズの RPG 作品です。様々なジャンルのタイトルが存在するウォーハンマーですが、今作のバトルはムーブポイントを消費して移動し、アクションポイントを使って攻撃を行うといったターンベースの作りになっています。また今作は最大6人までのオンライン協力プレイにも対応していて、フレンドと一緒に楽しむこともできるように作られています。EA スポーツ F124 2月20日からゲームパスアルティメットに対応します。昨年発売されたシリーズの最新作ですね。本作では過去のシリーズとは違う全く新しいダイナミックハンドリングシステムを搭載し、タイヤの挙動を大幅に改善、マシンの乗り心地を再定義してよりリアルなレースを楽しめるように作られています。また今作は操作性の一新によって過去作よりもパッドでの操作がしやすく作られているとのことなので、シリーズ未プレイの方もぜひ試してみてはいかがでしょうか。ウォッチドッグスレギオン2月25日からゲームパスに対応します。Day1 タイトルではないのでゲームパススタンダードにも追加されます。2020年にリリースされたシリーズ3作目となる近未来を舞台にしたオープンワールドアクションゲームです。本作では決められた主人公はおらず、舞台のロンドンに住む市民の誰にでもなれるというのが最大の特徴で、警察官や建設作業員、元ボクサーなど様々な経歴やスキルを持つ市民として入れ替わり立ち替わりミッションを攻略していくことができます。私は発売当時にクリアまでプレイしましたが、比較的遊びやすいボリュームで映像も美しく感じられました。オープンワールドゲームが好きな方は触ってみてはいかがでしょうか。ここからは2月28日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。グリス追加から1年半で終了です。色鮮やかなアートが特徴的なアクションアドベンチャー作品ですね。人生での辛い経験から逃れるために自分自身の世界に迷い込んでしまった一人の女の子として幻想的な世界を旅していきます。本作はセリフやテキストなどがなくて丁寧なアニメーションとオリジナルの楽曲で作られた繊細で美しい世界が描かれている作品になっています。作りとしてはパズルを解いて進めていく 2D アクションゲームという感じで、難易度はそこまで高くなくてボリュームもコンパクトなので、幻想的な世界を冒険したいって方は触ってみてはいかがでしょうか。私のプレイでクリアまで4時間ほどでした。龍が如く3、そして龍が如く4、追加から4年で終了です。それぞれ2009年、そして2010年に PS3 でリリースされたタイトルのリマスター版になります。リマスターにあたって 720p から 1080p へ、そして 30fps から 60fps と進化していますが、リメイクである極み1や2と異なってあくまで PS3 の作品のリマスターなので、グラフィックやゲーム性には古さを感じてしまうタイトルでもあります。3の方は沖縄を舞台に桐生ちゃんの物語を、そして4では桐生ちゃんを含めて4人の主人公が登場してストーリーごとに操作キャラが変わる作りになっています。個人的には3のストーリーが印象に残ってますね。リキアのキャラが良かったです。私のプレイで3は15時間ほど、4は25時間ぐらいでクリアできました。ただやっぱりシリーズものではあるので、ゼルや極み1、極み2をまだ未プレイの方はそちらから遊んだ方がいいかなとは思います。マンイーター追加から1年で終了となります。ためになって魚や人間たちをむしゃむしゃと食べていって、やがては生態系の頂点を目指していくオープンワールドアクションゲームです。クエストや収集要素はやや単調で簡素な作りであるため、中盤以降は同じイベントの繰り返しのようになってしまう感じですけど、マップはそこまで広くなくて程よいボリューム感で遊べます。私のプレイでクリアまで12時間ほどでした。ウォーハンマー 40K ボルトガン、こちらも追加から1年で終了です。
90年代のレトロシューティングゲームのようなビジュアルで作られた FPS ゲームです。本作ではテンポのいい操作で激しい戦いを繰り広げていくことが可能となっていて、レトロ調な見た目ながらゲームシステムや AI には最新の技術を取り入れていて、レトロとモダンが融合したようなゲーム体験を楽しめる作品になっています。スペースエンジニア、今作も追加から1年で終了ですね。宇宙や惑星でのエンジニアリング、建設や探査を行えるサンドボックスゲームです。宇宙船や宇宙ステーション、基地などを構築し、惑星を探索して生き残るための資源を集めていくといった内容になっています。最大4人のオンライン協力プレイに対応していますが、日本語には未対応となっています。パウパトロールワールド、同様に1年で終了です。オープンワールドで作られたパウパトの世界を楽しめる 3D アクションゲームです。日本語字幕だけでなく、日本語音声でも遊べる作りになっていますね。イベントはかなり単調ですけど、いい意味で言うとすごい簡単な操作で遊べるので、まさしく初めてゲームを触るような小さなお子様でも楽しめるような作品です。最大2人のローカルプレイでも遊ぶことが可能なので、兄弟やご家族で楽しく出動することもできますよ。ウォーロン、フォールンダイナスティ、追加から2年で終了となります。私個人的に結構お気に入りの作品です。本作は家系と呼ばれる敵の攻撃を食らう直前に弾くことができる、いわゆるパリーをメインにして戦うチーム忍者が手掛けた高難易度アクションゲームになっています。そしてパリーのタイミングが比較的優しく設定されているのと、全体的なゲームスピードがやや速めなので、気持ちよく爽快なパリーアクションを楽しめる作りになっています。またパリーゲームとしては珍しくガードしながらパリーができるのも特徴で、パリー失敗によるデメリットが少ないのも遊びやすい点です。また敵を倒したりマップ上の軍旗を立てることによって上昇する式ランクというシステムが特に大事な要素となっていて、このランクを上げることで大幅に戦いやすくなっていきますが、式ランクが低いまま進めて強敵を倒すことでより貴重なアイテムが出やすくなったりもします。ステージクリア制ながらボリュームは申し分ない作りになっています。やや通常の敵の種類が少ないのが不満点ですが、その分ボスの数が豊富で大型から人型まで様々なボスとの激しい戦闘が楽しめます。本作はとにかく呂布との戦闘がめちゃくちゃ楽しかったですね。最初負けイベントかなってくらいの手強さだったんですけど、何戦か遊びにつれて敵の行動パターンに体が慣れていくような感覚は見事な調整で最高のボスだと感じました。簡単なゲームというわけではないのですが、決して難しすぎず、レベルアップや式ランクシステムによって自身で難易度調整も行えるので、パリーゲームは苦手という方にこそ触ってみてほしい名作だと思います。またオンラインで最大3人のプレイヤーと協力プレイが可能で、倒れてしまった仲間を蘇生することができたり、能力によっては範囲の仲間に対して効果のある技もあるので、仲のいいフレンドと一緒に楽しむこともできますよ。まだ未プレイの方や高難易度と聞いて敬遠している方にもぜひ一度は触ってみてほしい作品です。私のプレイで実績コンプまで37時間でした。ということで今回は2月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと2月28日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。